最強無敵の復讐者ちゃんよ。今回も前回動画のすぐ後。つまり39連勝中ね。40連勝いくぞ。スクイハルモニアからストラゲスと厳しい相手が続いたからそろそろ箸休めが欲しいところね。グラディウスは通常なら普通だけど常世は最強の一角。通常であれ通常であれ。異物は以前はグラディウス専用にスタミナを底上げした異物を使っていたけど、さすがにちょっと時代遅れ感ある市販用セットでいいかな。スタミナ上昇はなくてもなんとかなるでしょ。味方2人落ちなんてそうそうないし。さあ行きましょう。奇変は腐れ森、久々ね。味方は鉄の目さんと追跡者さん。侵入者バフ持ちは私と鉄の目さんの2人。鉄の目さんは戦技強化寄せのスタンダード物理強化型。追跡者さんは戦技特化サイス型ね。一人サイス型がいると味方にも余ったサイスを配ってくれることがあるから、下振れケアになるのが嬉しいわよね。サイスは誰が使っても十分ダメージ出るし。血の君主の歓喜は当たり。追跡者さんがクローショットに出血異物をつけてたからね。紋章は左の枯木ね。鉄の目さんの遠距離狙撃。おかげで最速入刀できたわ。祈祷ため強化。チキ。そのまますぐ横の大強化へ。また祈祷ため強化。これ以上ないほどいい滑りだしね。霊廟騎士をボコって今度は祈祷強化付きの巨人店員。これも良きかな。次は行動行きたいな。さてかぼちゃヘッドもサクッと処理して端的にゲット。なんだけどもう装置がいっぱいだわ。成功のかけら1個捨てるか。いややっぱり試験捨てましょう。風浪は全くいかないことも多いしね。北の境界で聖杯回収したら次はそこの海域ね了解。できれば先に重装強化したいわね。グラディウス超下振れ対策で呪霊予備の鈴探し。お癖でしちゃったけど異物で祈祷強化3つ積んでる今ならさすがにいらないかもね。光竜も雷の槍も出ない時でも重装でダメージは出せるし。属性攻撃上昇のない呪霊予備の鈴ではダメージが物足らなすぎるか。湿地騎士拠点だったし先に買い物と重装を強化。急いで味方のところへ向かうわ。でもう終わってるじゃない。大遅刻してしまったわ。いや悪いのは強すぎる味方ね。私のせいじゃないよね。普通に降臨のサイス出た。これはラッキー。味方に渡しましょう。HP 最大時攻撃力上昇も美味しい。もう一つは外れだったけど。また祈祷ため強化、しかもレア。美味しすぎる。稀に攻撃がかすめるがついてるのはちょっともったいないけど、マイナス2じゃないからまだマシでしょう。ウィキによるとマイナス1で 3%、マイナス2で 5% らしいわね。さて試技霊はスルーしておくのフィールドボスかな。ダメるなら4人ね。火力あるんだからアースいらなかったわね。重装打った方が早かった。物理攻撃上昇でさらに火力を上げていく。さて中央砦が円外になってしまったのは痛いわね。近くの拠点も小砦と大境界だから美味しくない。そうこんなことなら石剣捨てるんじゃなかったわ。ちょい遠いけど北のフィールドボス確認しましょう。あれは、獅子の今週ね。とりあえず狩れる敵でよかった。もう一発戦ダメ出てるわね。このレベルでこれなら火力は十分。あとは降臨か雷の槍が出てくれるかどうか。それと HP 最大時カットアップね欲しいのは。外れ。次はそこね了解。魔力属性の遺跡はボスが複数体だからあんまり美味しくないけど他に行くところないからね。これも外れか。あとは雑魚狩りでもする？残りはお前だけね。あいた。そういうのいいから。あらだだ、死ぬ。さすがに強引に行き過ぎたか。こんなところで雑魚相手に死んでられないっての。というか変異体でもないし倒す意味もないか。今回は勘弁してやる。逃げるんじゃねえからな。最後に小鳥で攻略して1日目は終了ね。潜在はまた外れだったけど。時間が余ったから周りのアイテム回収。ここの遺体、初めて漁ったまであるわ。肉塊ならまだ当たりの部類ね。さらに墓石も巡って呪霊予備の鈴ゲット。使わなそう。これが主力武器の時代があったなんて今では考えられないわね。ありがとう重装これからもよろしく重装。
さて1日目夜ボスのアジン集団は即殺。効果時間延長はまだマシね。1日目夜ボス戦隊の中では。さて2日目はどうしましょうか。とりあえずそこの霊陽ノルマでは確定として。一旦南の湖の境界をピン刺ししたんだけど、ここは霊陽乗り換えで北西の西域に先行くべきかな。その後中央砦、境界、腐れ森って行くのが良さげね。終点で乗り換え。乗り換え所要時間は驚きの3秒。環状線外回りは本当に便利だわ。北西からならほとんど直通で一周できるものね。それに比べて内回りは、もうちょっと駅のアクセスを考えてほしいわ。特にこいつ、マジで使った記憶がほとんどない。通算10回も使ってないかも。こいつ燃やしていいから代わりに南西に1本植えてほしいなぁ。さて問題なく罪人処理はできたけど洗剤は両方とも外れ。毒遺跡だしついでにボスも倒しましょうか。降臨きたー。しかも気筒強化に栄翔速度プラス2。これ勝ちです。さて歩きで中央砦に来たけど味方は近いくみたいね。城壁はスルーパターンかなこれは。まあついていきましょう。変異体の適量はなかなかの難敵だけど。さすがにこのレベルと火力なら問題ないわね。ダメ重装なら跳ね回っても大体当たるし。出血で攻撃上昇はそこそこ嬉しい。砲刀剣も強い。けどどっちかというと盾が欲しかったな。青琥珀は悪くないわ。とりあえずもらっておきましょう。あら城壁上は完全スルーでも腐れ森行くみたいね。私はアンコモン潜在信者だから中央砦は余さず平らげたい派閥なんだけど、結局は潜在ガチャ次第だからどっちでもいいか。レア武器欲しい場合は腐れ森の方がいいしね。最悪なのは中央砦で時間使いすぎて腐れ森の音調が回収できないこと。音調が東側のパターンだと回収にも結構時間かかるからね。そこ考えると早めに腐れ森突入しちゃうのも悪くはないかな。さてなんか発生したので適当に処理しましょうか。あ、当たらなかった。範囲考えたら回復より普通に重装打つ方が良かったわね。王族の勇気相手だと結構範囲広く感じるんだけど実際はかなり狭いのか。ダメージ見てもわざわざ回復使う必要はないみたいね。SP 効率も低いし。次からは普通に重装使いましょう。聖杯回収してついでに近くにいたカバ変異体を蹂躙。外れー。そろそろ HP 最大時カットアップ出て。さてようやく腐れ森突入ね。お、先遣隊からの入電。音調は南了解。追跡者さんが一人いるとこういう細かいところで恩恵があるわね。最強音調ゲート。そのまま目の前の化身倒しましょう。回避強化ナイス。とこよグラディウス相手だとこれがあるだけで相当気持ちに余裕が生まれるわ。北西のボスは黒ダゴ変異体か。あんまり戦いたくないけどまあさすがにいけるか。マーキングがあると全然楽ね。重装が相性いいのもあるけど。お次は U の3ガード。サイス部隊の火力が強すぎる。サイス最強サイス最強。サイスが優秀すぎるからレジェンド武器出てもほぼ不要なのがちょっともったいないわね。溶岩と竜は属性耐性高くて物理耐性が低い。以前は苦手だったけど重装を手に入れてからはもうかもね。うわ圧倒ため強化付きのユニーククルエビセイン。具のかかり後の時に欲しかった。さて2日目夜。HP 最大時カットアップを求めて最後まで周囲で粘ってみたけど結局出なかった。ちょっと不安。短期決戦で決めたいわね。幸い腐れ森音調のおかげで HP はかなり高いし普通の攻撃ぐらいは耐えるかも。意味鬼には盤石の勝利。さまよう祝福。これはかなり嬉しい。なぜかまだ持ってた鈴は捨てて安心をポーチに入れましょう。3日目。降臨だから成功は6個で、あとは霊薬持ち込みましょう。さまよう祝福持ってることは一応味方に自慢しておく。普段はここまでしないけどトコヨグラディウスは大苦戦の可能性もあるから一応ね。さあお相手は、トコヨね。最初からフィールドがオレンジならトコヨ。っての実は最近まで知らなかった。
なんでこんな簡単なことに気づかないのか。とりあえず常世ならセバスチャン召喚。頃合いを見てアップ。危険な分裂状態はさっさと終わらせるに限るわ。セバスがタゲ取ってくれてるうちに集中攻撃を叩き込みましょう。離れすぎてセバスが消えないようにだけは注意。怖いけどアーツもあるししばらくは近めで戦うわ。よし分裂状態終了。アーツ持続時間中に終わらせられるなら火力は十分ね。あら大技なし？多分セバスが今の攻撃で死んだのかな。分裂状態終わるまで生き残ること少ないから一瞬ハテナが浮かんだわ。合体から1分も経たずに最終段階。HP も分裂前に相当削れた。この分裂乗り切ればもう勝ちね。グラディウス分裂時にはファミリーを出しておとりにするってのも悪くはないんだけど、なかなか出してすぐにはタゲ取ってくれないし、疾走してると距離ですぐ消えてしまうからあんまり活用できてないわ私は。余裕があれば召喚しておきたいわね。救助行きたいけどこいつ邪魔。チャンス、回り込み中にフレデリック召喚。私が攻撃避けてる間に。って向こう行っちゃったわね。鉄の目さん頑張ってちなみに一番救助苦手なフレデリックを出したのは単純に一番前方に召喚されるからってだけね。救助時の召喚優先度は私はセバスチャン・ヘレン・フレデリック。フレデリックは救助効率低い上に視界妨害になるからなるべく出したくない。特にマントが邪魔、骨のみでスカスカな分セバスの方がまだマシなのよね。自分のファミリーももうちょっと薄くならないかな。ようやく分裂終わったわね。敵は追跡者さんに任せてのんびり救助に向かいましょう。あえ？急に一人にしないでくれる？これは間に合うかな。いや無理。焦らずチャンスを待ちましょう。1ゲージならファミリーに1回でもタゲ取らせれば救助可能。再びフレデリック。3日目でのあなたの強みは前方に出ることただそれのみ。単独救助とはやるじゃないに直したわ。ターゲットを見誤って無駄に被弾。救助してたフレディ狙いであることは明白でしょ私。鉄の目さんが相手してくれてるからもう一人も救助しに行きましょう。2ゲージ救助は復讐者の呪詛ならファミリー出さずに殴るのが最速なんだけど、他の武器の場合はファミリー出した方がいいわよねさすがに。まあたとえちょっと遅くなったとしてもファミリー召喚しておくと色々小回りがつくから、2ゲージ以上だとそっちの方がおすすめかもね。さてもう敵は虫の息。とどめよ。わーい勝ったー。イエイ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 。万全に思えてもすぐ崩してくるのが常世グラディウスの怖いところね。一人の時間もあったけど今回はそんなに心拍数は上がらなかったわ。まあ合体形態だったしさまよう祝福もあったからね。ありがとう二人とも、また会いましょうリムベルドで。これで夢の40連勝。20後半から30後半ぐらいまではイージーゲームばっかりだったのにここに来て強敵ばっかりで神経すり減るわ。通常エデレ3連続とかでも今なら許してあげる。さてどうもアイム復讐者オブ最強無敵。現在40連勝。ではなく42連勝中。さっきの戦いの後通常マリス通常ハルモニアにサクッとイージーウィンを決めて次の出撃へ。標的は三つ首の獣。また来たわね。異物は前回と同じく汎用気筒強化 HP 上昇構成。まあさすがにそろそろ通常グラディウスでしょ。さあ行きましょう。奇変はなし。味方は葬儀屋さんと鉄の目さん。侵入者バフは鉄の目さんと私の二人。鉄の目さんはいわゆるハルハルサイズ型。葬儀屋さんはスタンダードだけどハルモニア異物一つと特大剣で安いをつけてるわね。初期拠点横のスカラベ変異体を倒したら大当たり。最初から栄翔速度プラスには強いし、電気石の刃の消費 FP 軽減 25% も特に FP 不足になりやすい序盤に嬉しい効果ね。アップデで軽減されたとはいえ HP-6% は痛いから、電気石の方は終盤には他のいいタリスマンに変えたいけどね。今気づいたんだけど、電気石の刃による最大 HP 低下は左上のステータスでは見えないのね。HP 減ってることを見落としちゃって成功のかけら十分なのに3日目まで持ち込むこと、あると思います。霊廟騎士を倒した後、次は教会寄ってから行動かな？北西の最域大教会もあり。でもやっぱりとりあえず行動。ここは重装だと周りを巻き込みやすいのが欠点ね。おっと？瀕死の音が重なるとビクってなっちゃうから困る。あざ。5分。いたた。
ダクソなら死んでたわ。HP 持っててよかった。うわ今チラッと見てしまった。HP 最大時カットアップを。もったいない。さすがに悩んでもここは短石だけどそれでももったいない。外のフィールドボスは飛竜だし周りに火事台のある拠点もないし、ここは中央砦一択ね。重装強化完了。さあ砦を制圧しましょう。さてこれで全トロル撃破。祈祷強化 11%。これはたまに変異体が落とす2日目夜ボスと同じレア洗剤ね。2日目夜ボスの洗剤は1日目夜ボスや恐るべき強敵の洗剤と違って有用なものが多いから嬉しいのよね。アンコモン洗剤の単純に数値を大きくした版のものが多い。これ考えると変異体ボスの価値が上がる、と思うだろうけど、実際にはレア洗剤の出る確率は結構低いわ。40体や50体倒してやっと1つ出るかってぐらい、うろ覚えだけど。結構前に全部数えていって確率出そうとしたけど出なさすぎて途中で投げちゃった。まあ当てにするほどのものではない。出たらラッキーぐらいってことね。さてレベルアップしてから次どこ行きましょうか。聖域も行きたいけど収縮的に砦地下が安牌かな。ちょうど中心だから次の収縮がどこになってもある程度時間に余裕持てるからね。ちなみにまだ早くないと噂の霊脈ルート使ってます。お、黒き刃の通常個体。これなら余裕ね。はい撃破。しかし洗剤は微妙。スタミナか回避強化か。るつぼ羽かな。こっちの方が強いだろうけど、後で洗剤で回避強化が出ちゃうと腐るのが迷いポイントね。さてまだ収縮来ないのか。これは1日目だけど砦屋上もありかな。どの敵か次第だけど。登る前に肉塊散布。通常マリ水物も使いこなせてきたわね。月始儀礼編にコアホ。ごめん回避してから降りるべきだった。ありがとう。ここは撤退ね。降臨もないし。味方落ちたけどアーツがあるわ。これならとりあえず風浪で、意思権回収しててよかったかな。さて中身は、るつぼ剣。倒しやすいのに2万ルーンもくれる大当たりね。これならルーンでいいでしょう。1日目でレベル9いってれば十分よ。湖のフィールドボスはソレイの変異体。さすがに今からだと厳しいかな。スカラベとそこの野営地だけ漁りましょうか。再び意思権回収。あとは宝箱も全部開けて。貴様物陰から不意打ちとは卑怯なり。クソまたも出会い頭でやられた。問題、夜が深まってくると危険なので注意して出走しなければならない。丸か×か。答えは当然×。夜が深まってなくても注意しなければならないからね。そんなことより味方の迅速な救助に感謝。そして HP 最大時カットアップを入手。顧問だけど実質 HP プラス 24%。アルトナイトでは大違い。夜ボスアジン集団は語ることなし。出血時攻撃上昇は今回はあんまり生きないけも。さて2日目は、とりあえずそこのソレイ変異体でどう？標的グラディウスだから生武器揃ってるよね。ソレイはパーティーによって戦いやすさが大きく違うわね。近鉄のみだとなかなかに遅延される。今回は鉄の値さんもいるしいけるでしょ。葬儀屋さんもアーツスカることないからまだ相性いい方ね。こいつは恐るべき強敵の中では相当柔らかく感じるわ。たとえ変異体でも。やっぱり体勢の違いよね。魔力に絶耐性があるだけで他はほぼ無耐性かマイナス。恐るべき強敵界随一のガバガバ耐性。本当にありがたいわ。滅びの優勢はワンチャン3日目に使う？いやいらないか。祈祷強化積んでるんだし重装でいいわね。久しく魔術使ってないな。とりあえず北東に飛んで聖域大教会ね。侵入者は夜の狩人。レベル低い特戦しやすいけどさすがに今回は余裕ね。鉄の目罪人にターゲットされた時は眼引きして味方に処理してもらうのがいいってどこかで見たわね。今度低レベルで戦う時試してみましょう。HP 最大時カットアップだわい。私の顧問を下がりは上げるわ。そのまま神託の使者たちも処理。いらない時に限って狙われにくいがよく出る。聖域巡りもしないといけないし北の恐るべき強敵は無視でいいかな。霊木前の通常ボスだけやりましょう。
赤狼はやや外れ。だけどまあこのレベルなら大丈夫でしょ。私のアーツを実質攻撃にしてくれる装備屋さんほんとチキ。アーツ連打でほぼ動かせずに倒せたわ。これぞ装備屋さんの強み。あらまた HP 最大時カットアップ。他の2体もまずまずだったけどまあこれよね。味方に譲りましょう。HP 最大時カットアップなんてなんぼあってもいいですからね。さて再起ダイヤ H は確定だけど先境界いけるかな。そろそろ収縮来ると思うんだけど。お、来たわね。再起は園内。これなら先境界で OK。なんならそこのフィールドボス倒してから行きましょうか。冷めるね、まあシュンコロ。どれもいいけど。さすがにスタミナ。グラディウスだしね。味方がまたいいの落としてくれてるわ。いらないのは。これね。ちゃんと自分の武器を把握してないから死者だけでこんな時間かかる悪い例ね。さて雨が来る前に境界巡礼して。遅れて再起ダイヤ H に到着したらすでに戦闘中。矢倉ありのダイヤ H だと墓地手前、左の柵の外側のここで戦うことが結構多いわね。あんまり雑魚来ないから戦いやすくていいわ。入り口逆方面から来た時はおすすめ。というか自然にここになるけど。今回は雷拠点だから楽だけど問題は非属性の時ね。また HP 最大時カットアップ。神で非属性の矢倉ありダイヤ H が再起になった時の話ね。あれ未だにどうするのが最良なのかわからないわ。アローレーンフル中で戦うのはあまりにもリスクよね。やっぱ矢倉城のアロ歴史長だけは処理した方がいいのかな。一段下から火炎壺投げればいいのは知ってるんだけど登る途中でたまに事故ったりもするのよね。アローレーンが届かない場所みたいなのあったりするのかな。森の獅子の根種を倒して不投評価 7%。さて次は、こっちのダイヤ H でいいかな。一瞬再起行こうとしちゃったけど雷ダイヤ H は外れね。ボス3体バラバラに散らばってるし。湿地騎士拠点了解。変2体だけど問題なし。2体倒してもう1体の方行こうと思ったらもう死んでたわ。分担撃破の方が早いということね。いい判断だわ。でまた HP 最大時カットアップ。さすがに味方ももういらない？だったら私がもらうけど。あ、味方が欲してるわ。じゃあ譲りましょう。HP 最大時カットアップそんないるの？って意見もあるだろうけど。やっぱり私はあるだけ欲しいわね。まあレアの 40% ならさすがに2つまでにするけど。複数持ってるとどんな大技でも耐えるっていう安心感を得られる。のに加えて普通に被弾した時に聖杯1本、もしくは祈祷回復1回で完全回復できることが増えるからね。弱めの火力2体ならこっちに変えるのも全然ありだと思うわ。まあ結局キャラとプレイスタイル次第の話だけど。さて現在は霊気遺跡でザメルと戦闘中。遺跡ザメル変異体なんて一番の外れまであるけどもう他に行くところないししょうがない。重装だとクラゲを巻き込んでしまいがちなのもマイナスポイント。マーキング助かる。複数体相手だとより恩恵が大きいわ。聖杯回復量上昇でいっか。さて収縮は東の森ね。とりあえずそこの魔術師塔で。結局降臨出なそうだから成功は確実に回収しておきたい。全部いらん。次は、再起しかない？ちょっと時間的に厳しい？いや試験があるわ。風浪ガチャを回しましょう。厳しかったら後ろの祝福ですぐ回復できるのがでかい。雨に飲まれてるけどいけるでしょ。意味5ならさすがに余裕。お、物理カット上昇は当たり。倒してよかったわ。ちょっと雨で削れたけどこんな時のためのぬくもり石。ダブルぬくもりでほっかほかよ。夜ボスは3ガードとオート騎兵。さすがにこいつらには負けたことないわ。さて釣りがも虫の息だけど、3日目どうしよう。胆石1買ってアンコモン雷の槍でやるしかないか。重装はちょっとリーチが足りないのよね。グラディウスには。カット率と最大 HP ならさすがに最大 HP かな。常世仮語の時だけ長期戦になった時のためにカット率の方がいいんじゃないかと思ったこともあるけど。
HP を上げすぎると凍傷ダメ起き等回復1回で回復しきれないんじゃないかって話ね。でもどうやら復讐者の祈祷回復だと HP 伸ばしまくってもまあ完全回復しきれるみたいだわ。今の話は忘れて OK。さて雷の槍をアンコモンに強化完了。誰か胆石に余ってたりしないかなあちら。まさか、胆石に来たー。間違えて殴っちゃった。ありがとうありがとうありがとう。もうチキ大チキ鉄の目様。これでレア雷の槍ゲット。このアンコモンとレアの違いはめちゃめちゃ大きいわ。いい味方を持ってよかった。ポーチが余ったし最後にぬくもり石でも持ち込みましょうか。祈祷回復があるけど雷の槍は FP 消費激しいから節約にはなるでしょう。通常来い。とこよでした。しゃあないしゃあない。バフかけてもらっていいざ。紅葉の香りも。紅葉と精密恐竜は競合するからこの場合は紅葉先の方が良かったかも。まあ一番大事なバリア部分は関係ないからほぼ誤差ね。さていつも通りセバスチャンをおとりにして削りましょうか。ちょっとアーツ使うの早かったわね。セバスタブ取ってから使うべきだった。おいうまいこと間抜けてくな。削り切り前にセバスチャンやられちゃった。しゃあないフレデリックで。雷の槍は試しようが強いけどグラディウス相手にはさすがに通常仕様の方がいいかな。分裂状態だと特に明確な隙が少ないからね。今回は FP も足りるでしょうし。一人落ちたけどようやく合体してくれたわ。ひとまずアンド。特大武器は R1 でもやっぱ隙が大きいわね。念のため回復。よしオッケー。なかなか攻撃を入れられてないわ。雷の槍があるからまだマシだけど。こいつと近接戦闘は本当にしたくないわね。一番危険なのはこの3連衝撃波はじめの剣突き刺し。ちゃんと攻撃判定があって発生も早いから位置取りには要注意ね。ここはため雷の槍。通常仕様だと姿勢戻す動作で逆に避けられるわ。さてお救助。やっぱ回転遅い割にそこまで削り値が高いわけでもない。救助だけなら体験とかの方がいいわねやっぱ。おっともう一人も2回目の瀕死。ちょっとこれは危険な香りがしてきたか？さあ本番。アーツは溜まってるから1回ならすぐ蘇生できるわ。まず1人いったか。集中攻撃のターゲットは葬儀屋さん。あれこいつこっち狙ってくるんだけど、ちゃんとボスの命令には従いなさいよ。てかガード性能高いだろうからこれ持ってたけど前見づらすぎ。これはダメだわ。いつも通り全員持っときましょう。やられちゃったか。いやでもかなり向こう側に引きつけてくれてるわね。これなら次の集中攻撃は画面端で白くて見えない。ちょっとタイミングまずいかも。助かった。離れてると間に入ってやり過ごせることもあるからいいのよね。でも最初近い状態だと頑張って疾走で距離離してもあんまり意味ないのよね。あの炎衝撃波は発射前に思ってるよりもかなり前に距離詰めてくるからね。熟練夜あたりならご存知だと思うけど。さてとりあえず分裂状態はやり過ごすことができたわ。さっさと味方のところ行ってアーツで救助しましょう。よしここまで近づいてくれれば2人とも起こせるわね。ちょっとかすった。ナイス臨場アーツ。次の分裂までに削り切るのは、さすがに無理か。もう1ターン分裂以降は確定ね。分裂時はほぼ攻撃できないから今のうちになるべく削りたい。あらら。やっぱり金テクは大変よねこいつは。タゲが自分でない時も大半の攻撃の範囲内だし。いやだからダメだってこの特救助は。また無駄に食らっちゃった。ここはフーガードで対処。救助に先ヘレンを出したのはここでやられちゃうからね。なんとか分裂前に救助したかったけどちょっと厳しいかも。時間が惜しいしここは聖杯回復。味方が一人でも生きてる時はできる限り祈祷回復で対処したいんだけどね。そして来てしまったか分裂。
蘇生ゲージ少し削れてるけどここは一旦諦めましょう。鉄の目さん。ちょっとそれは無理筋では？なるほどアーツがあったのね。それでも削り足りないか。そうさっき私がもうちょっとうまく削れてれば救助できてたわね。援護行きたいけどそこ近づくのはリスク高すぎる。常に3匹が画面内にいないと不安で死ぬ病気なのよ私は。何もできずジタバタしちゃってるけどこれならフレデリックでも特攻させとくべきだったわね。ゲージは戻っちゃったか。まあ仕方ない。ここを耐えてくれたらだいぶナイス。よくかわしたわ。このまま合体まで2人を維持できたらだいぶ楽。あばばばばばば。また1人。しかもアーツはまだ半分も溜まってない。とりあえず合体しよう。合体。セバスチャンを消さないように離れすぎないムーブ。セーフ。とりあえずこのターンは耐えた。でもこの合体中にゲージ溜め切るのは無理ね。瀕死2人がまだ集まってないから死体殴りでのバック稼ぎができない。1人で削り切るには残り HP がちょっと多い。しばらく我慢するしかないわ。隙を見て雷の槍入れましょう。アーツゲージ稼ぎと HP 削りで一石二鳥。今スタミナ危なかった。この地割れも回避に専念すれば無被弾対処可能。そしてちょっと距離が遠いから遅めローリング。私は失敗から学べる人形なのよ。一旦ヘレンでも出しときましょう。救助しきるのは無理だとしても兵と稼いでおとりになってくれれば十分。今のでも当たるのがグラディウスの右上ポイント。ここは、さすがに安定取って様子見しましょうか。猶予がありそうに見えて意外とそうでもないこの攻撃。ある程度距離取ってないと回転時の剣部分に被弾しちゃうからね。3連衝撃破か。これは実は1人なら真後ろ疾走で距離開けるだけで隙間に入ってやり過ごすことが可能。なんだけどとっさに思い出せるほど1人だけでの戦闘経験はなかったわ。ここだけでか笛掲げて保険ガードね。あっちゃった。なんで分裂しちゃうの？あなたはそのままで、ありのままでいいのに。以前はここで一応ファミリー召喚とかやってたけど、このタイミングだとほとんど意味ないと気づいてもうやってないわ。後ろ疾走で避け続ける関係ですぐ範囲外になって消えちゃうからね。とりあえず1回目は OK。方向的にもちょうど2回目の集中攻撃を避ければ味方の近くに行けるはず。3回目があった場合は、知らない。よし3体の配置も悪くないわ。重なってないし距離も取れてる。これならいける。はい。よし耐えた。集中攻撃で一番危険なのは炎衝撃波をかわした後の一瞬。炎で一瞬2体が視界から消えてスタミナもほぼ枯れかけ、おねろりするしかない時もあるわ。そんで早く合体しろ。来た。距離はかなりある。ここで稼ぎきる。これが特大武器のゲージ蓄積。一発で 5% ぐらい増えてない？特大最強、特大最強。蘇生後に確定アーツも最高。さああとは削り切るだけよ。あれサイス落とした？おごりを恐れず言うなら自分はすぐ死んじゃうから私に使ってくれということ？ごめんだけどあいにく私は祈祷強化しか積んでないから、多分雷の槍の方が火力出るのよね、弱点といえど。あ。さすがにもう一回アーツ貯めるのは厳しいわよ。このターンで仕留め切る。セバスに瀕死体殴らせておとりにするか？いやタゲは私だから今は出せない。そのままミケラの降臨で削ってくれ。ここはもう行くわ。攻撃バフは知らん。でもちゃんとかわせるように距離は取りましょうね。今一発入れれたか。スタミナ減ってたし仕方ない。タゲ変わった。だったらとどめは私が。勝ったー。イエイ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 。ふぅ、非常に疲れた。けどいい戦いを見せられたわ。いつもみたいにしょうもないミスもなかったわね。ありがとう二人とも、またリムベルドで。今回は今までのとこよグラディウス戦で一番良かったかも。幾度の苦戦を経て私、成長している？少なくともとこよグラに関してはそうかもしれない。というか最近頻度高すぎなのよ。
標的三つ首の獣の時はこれで4連続常世だったわね。見返したら。常世リブラとかもう久しく見てないんだけど。まあランダムだからそんなものよね。ともあれこれで43連勝。出撃のたびに上手くなってるんだとしたらもう負けることなくない？このまま50連勝いくぞ50連勝いくぞ50連勝いくぞ。50連勝達成したら、今度こそチャンネル名を最強無敵の復讐者チャンネルにするんだ。まあこの調子なら達成は間違いないか。極まりきった私のプレイスキルが敗北を許さないでしょう。次回も最強で無敵すぎる復讐者ちゃんの活躍をお見逃しなく。ではご視聴感謝。また見てね。